何時リンリンごきげんよう、リンです。いつもありがとうございます。今回はリクエストライト考察です。このコーナーでは視聴者様からいただいたリクエストにお答えしていきます。皆様の考察のお力添えができましたら幸いです。早速リクエストを読み上げます。リクエストありがとうございます。グリムのビースト化条件はすべて揃った説。リンさんこんにちは。こんにちは。いつも動画拝見させていただいてます。今回、グリムのビースト化について自分なりに少し考察してみました。グリムは現在配信されている5章の時点でドワーフ鉱山の怪物、リドル、レオナ、アズール、ジャミル、ビルの黒い石を食しています。後にイデアとマレウスの黒い石も食すのかなと思っていたのですが、5章の最後のグリムを見た時にふと思ったことがありました。マレウスは最強すぎるためオバブロはしないんじゃないかと言われていますが、もしかするとイデアもオバブロしないのではないかと考えました。理由としては、イデアの髪の色とグリムが魔法で出す青い炎はとても似ていますよね。だからイデアの黒い石を食さなくてもビースト化の際に現れるのではないでしょうか。そしてマレウスですが、マレウスはマレフィセントのモチーフとされていて、マレフィセントドラゴンの役目をグリムが果たしているのではないかと考えていますと。そのため、マレウスの黒い石も食さなくてもいいのではないかと思います。このことから5章の最後でグリムはチュートリアルのビースト化の姿になっていないだけで、心はもうあの形になってしまっているのではないでしょうか。以上が考察なのですが、リンさんはどのように感じたでしょうか。で、この考察で一番立てたい説は、グリムが5章の最後の時点でビースト化の条件が揃ったのではないかということです。リクエストありがとうございます。心はすでにビーストという観点は鋭い切り口だと思います。6章といえばイグニハイドといえばヘラクレスですが、ディズニーアニメーション映画ヘラクレスでハデスが運命の女神たちから予言を受けるシーンで、18年後、星が一直線に並ぶとき、行動を起こすときだとあります。そこに並ぶ星は6つ、6個です。リクエストの文章で書いてくれてますが、ドワーフ鉱山の怪物、リドル、レオナ、アズール、ジャミル、ビルの合計6つの黒い石をグリムは食べてしまいました。6つの石が揃ったわけです。18年後に6つの惑星が並ぶとき、タイタン族、魔獣たちを解き放て、察すればゼウスを打ち倒し、ハデス、お前が王となるという予言です。18歳のイデア・シュラウド、6つの石を食べたビースト化しているグリム。イデアはどんな行動を起こし、何を解き放つのでしょう。ハデスは予言を受けた18年後にオリンポス乗っ取り作戦を企て実行します。オリンポス社と18歳のイデア。オリンポス乗っ取り作戦はあるのか、どんな風にオマージュされてどんな展開になるのか、とっても楽しみです。オーバーブロットするのがイデアとも限らないので、そこも楽しみですよね。ビースト化してしまったグリムと戦うとか、どうにかするとか解決しようという方向で7章に突入することもあると思っています。6章でグリムが暴れることと、7章のストーリーについては過去の動画でも考察してるんですけども、ディアソムニアはずっと1章から監督生と関わりを持ってストーリーが進んでいます。マレフィセントのドラゴンにビーストを重ねるという見解もあり得ると思います。1章からずっと監督生とストーリーを紡いできたディアソムニア。7章でその終盤、最終決戦を迎えるというストーリー構成も考えられます。ディアソムニア勢のオーバーブロットについてあり得るとは思っています。オーバーブロットはネガティブな感情だけがトリガーになると限らないと考えているからです。それにマレウスがオーバーブロットするとも限らないです。マレウス以外の可能性も十分にあります。まず、きっかけがネガティブな感情だけではないかもしれないという観点は、例えば、守りたい、なんとかしないと、絶対に救ってみせるのような強い思い、その思いが強すぎて己の限界を超えてしまう可能性もあるのかなと考えています。もしくは、それがネガティブ変換されてしまって、守りたいのに守れなかったというような形になってしまうのかもしれないと考えています。トリガー、きっかけはネガティブなものとは限らなくて、前向きな強い気持ちだけれども、それが功をなさなかったという展開も考えられると思っています。マレウスじゃないんだったら、シルバーくん危なそうって個人的には思ってるんですよ。過去の動画でも考察そこはしています。
本当に誰もオーバーブロットしなくていいよ。グリムもストーリー性とかもういいから、もう治ってっていうのがね、一監督生としての私の思いではあるんですけどね。6章の予告が不穏じゃないですか。見つかった状態がどの状態かなっていうのが気になるんですよね。おそらく、まだ小さいグリムの状態で、小さい状態だけどもガウガウ言ってるのかなって予想してるんですけども、まだ小さくってちょっと凶暴化しちゃってる心がビーストなグリム、それにシュラウド兄弟からの何かがきっかけで加わってドカーンとビースト化が完成するのかなって思ってはいます。5章を得てビースト化のほとんどの条件が揃っている状態ではあると思います。ビースト化したグリムに羽がついてますよね。このビースト化した姿は黒い石をグリムが食べたことで今までオーバーブロットした人物たちの特徴が取り込まれているのではないかと思います。ではこのドラゴンのような羽は誰のなんだろうと考えた時にマリウスが浮かぶと思うんですね。これも過去の動画で考察出してるんですけど、マリウスはもしかしたらオーバーブロット関係なく自らドラゴンの姿に変身できるんだったら、マリウスが戦闘中にビースト化したグリムから羽を奪われる可能性もあるのかなと考えています。実写版映画マレフィセントではマレフィセントの妖精の羽は人間によって奪われます。その羽を取り返すためにストーリーが進んでいくのですが、そのオマージュもあり得ると思います。妖精にとって羽というものはとっても大事なものです。ディズニーの CG アニメーション映画ティンカーベルでもそうです。羽に傷がつくと飛べなくなってしまったりするので、とっても大事なものなんですね。もしかしたらリリアちゃんも羽持ってるのかなとかちょっとワクワクしてます。6章が8月後半にやってきますね。ほんとどんな展開になるのかドキドキします。最後までご視聴ありがとうございます。それではごきげんよう。